どうもリュウクです。今回はようやくオリジナルバックパックのフォースサンプルが届いたので、どんな風に進化したのか解説していきたいと思います。最初に言っておくと、このバックパックだいたい 80% ぐらいは完成したなっていう風に思います。すごく今まで課題だったところであったり、ちょっと微妙だなって思ってた部分がふんだんに改善されていたり、あとはここからどういう風に変更していこうかみたいなのがかなり明確に見えてきたなっていう感じなので、もちろんまだ届いて数日しか使っていないので、この動画のコメント欄であったり、もうしばらく使ってみて、実際にどういう風に修正していくかは決めますが、今の僕の感情というか印象としてはめちゃくちゃいい感じだなっていう感じです。それでは行ってみましょう。まず最初にこのバックパックを作っている目的というか経緯なんですが、簡単に言うとコンパクトで高機能なバックパックを作りたいなと思って今回制作をしています。日常使いからトラベル、ちょっとした旅行なんかに使えるみたいな、少し容量が拡張して普段使いから大容量までいけるみたいなバックパックは結構市場にあるんですが、日常使いから少しミニマルな日常というか最小装備のバックパックからちょっとした1日分の荷物デイパックみたいな、その用途ってあまりないなと思って今回制作に至りました。そして今回の動画はこれまでのサンプルがちょっと手元にないので、どういう風に進化をたどってきたかっていうのがちょっとお見せできないんですけど、1個前の動画とかそのさらに前の動画とかで結構細かいディティールについては語っているので、もし気になったらそちらも見ていただけると嬉しいです。本当は今までのサンプルも手元に到着するまで待とうかなと思ってたんですけど、より早くお届けしたいっていう思いと、僕自身が結構テンションが上がってる今のこの状態で動画を撮った方が熱量みたいなのが伝わるかなと思って動画を撮影しています。前の動画見てもらえると分かるんですが、これの1個前サードサンプルで改善したところとしては、ロードリフターを追加したり、あとは見た目をちょっとミニマルな方向に振ってみたり、そしてサイドポケットが結構使いづらかったのでそこの改善をしてみたり、あとはこのボトルポケット、ここがものすごい課題だったのでここの改善なんかを試みました。結果としてはどれも 100% 満足いくものにはならなかったんですが、今回その改善ポイントがかなり解決したなっていう印象です。そして前回のサードサンプルで最も課題だったのが、このトップポケットに重いものを入れてしまうとカバンが陥没してしまってシルエットが崩れてしまうっていうところで、僕は上からアクセスするトップポケットがすごい使いやすくて好きなので、ここは何としても解決したいなっていうふうに思っていました。あとはカバンを横にした時に使うサイドポケット、ここも前回のサードサンプルではまだちょっとタイトだったり、中の生地もメッシュで手に少し干渉して痛くなったりと、アイデアとしては面白いもののかなり使い勝手の悪い設計になっていました。あとはコメント欄でも結構意見が分かれているここのボトルポケット、ここの仕様は今回一旦サードサンプルの使用を継承しているものもちょっと別のアプローチでボトルポケット問題については解決を試みたので、そこについても徹底的に解説していきます。今挙げたトップの陥没問題、サイドアクセスのしづらさ、ボトルポケット問題、この3点が今回のフォースサンプルで大幅に改善されたので、ここからは具体的にこのフォースサンプルの詳細について解説していきます。まずめちゃくちゃ良くなったのがトップポケットですね。今回のサンプルは前回のものより大幅に構造を変えています。パッと見の見た目はそこまで変わってないと思うんですが、前回この辺に位置していたサイドポケットがちょっと位置がずれて、ここが全部ハンドルになっていたり、上から見ても一番この外側にあったトップポケットが一つ内側に移動していたり、今までのサンプルと比べるともうほぼ別物ぐらい設計仕様を変えています。その仕様変更によってまずめちゃくちゃ使いやすくなったのがこのトップポケットです。ポケットの位置としてはこの上部ほぼ全てがセミオート式のファスナーで開くようになっていて、容量的にもかなり大容量になっています。底面はちゃんとマチが出るように設計されているので、 iPad mini のような薄手のものはもちろん、こういったモバイルバッテリーのような厚手のものでも全く無理なく収納することができます。容量的な部分で解決したのもそうなんですが、何よりもここに重いものを入れてもシルエットが崩れにくくなりました。 iPad mini はモバイルバッテリー、あとはあんまりないかもしれないですけど、こういうトラックボールマウスなんかを収納してみます。そうした状況でもこんな感じでこのトップがペチャーンってならないように
かなり改善されたんじゃないかなって思います。このバックパックは大きく2つのスペースに分かれていて、こっちは PC とかタブレットを収納する場所として、この背面側に芯材が使われていて、ここはあまりこう曲がらないように設計されているのと、この反対側にもちょっと薄めの芯材を入れているので、こっち自体も結構クッション性があるというか、カバン自体がくしゃっとならないように設計されています。そしてこのトップポケットに関しては、ここの芯材に思いっきり縫い付けているというか、ここの面に対してベタっとくっつくように縫い付けられているので、こんな感じでカバンを閉じた時にポケットがだらーんと下に垂れ下がって、ここのファスナーの縫い付け部分を下の方向に、こっち側にこう引っ張る力が働きにくいような設計にしています。このフロント側から見るとこんな感じになっていて、この横側で縫われているのと、ここもビシッと縫われていて、ここのトップの袋がこの板側にちゃんとギューッと密着しているんですよね。この構造は縫製的にかなり難しくて複雑性高いんですが、今回技術的にかなり信頼のおける工場と連携しているので、この設計を実現することができました。このポケットはね、個人的にも結構たくさん物を入れたくなってしまいますし、たくさん物を入れるとシルエットが崩れるとやっぱりテンションちょっと下がっちゃうので、ここの改善はすごく良かったんじゃないかなと思って今回冒頭で紹介しています。2つ目のすごく良くなったところが、ここのサイドポケットです。今までのサイドポケットはこの今ハンドルがある位置を、ハンドルここまでで切って、ここから下の3分の1ぐらい、下3分の1ぐらいだけ開くみたいな仕様にしていたんですが、これだとやっぱりちょっと腕が入れづらかったり、あとこの下の部分ってこの中の荷物がどんどん下に重力によって下がってきてしまうと、一番圧迫の影響を受けやすいというか、重力的に荷物が下に行ってしまうと最もアクセスしづらくタイトになってしまう場所だったので、このサイドポケットを思い切って伸ばして大きく開くように設計を見直しました。そして前回まではこの PC ポケット、 PC タブレットを収納する場所のこの一番背面側の PC タブレット、その次の部分にポケットを配置していたんですが、ここもやっぱり厚手の PC なんかを収納したり、タブレットなんかを収納してしまうとどんどん圧迫されてしまって、さらにこのフロント側に入れた荷物なんかもこうどんどん下に下がってきてしまうので、 PC とタブレット、そしてフロント側の荷物両方からギューッと圧縮されて、どんどんアクセスがしづらいっていう状態になっていたんですが、今回はこの場所からフロント側のここに変更しました。説明の都合上ちょっとね、フロントポケットを裏返してね、ちょっと形的に無理がありますが、こういう感じで中を見てもらえると分かる通り、ここがさっき説明したトップポケットの部分で、こんな感じでマチがありつつ、こうサイドが縫われているのであまり陥没しづらい、引っ張られづらい設計になっているのに対して、ここと似たような感じでこの側面からアクセスできるポケットの袋として、このフロント側にちょっとゆったりとした袋をつけました。肌触りのいい裏地でちょっとゆったりと袋を縫い付けることによって、このサイドに多くのものを収納することができるようになりました。今までは結構このサイドポケットに手を入れるとき、すっごいこうググって手をねじ込んで物を取り出していたんですが、この設計にするとすごく大きく開くので、視認性も上がりましたし、シンプルに物が取り出しやすくなったなって感じます。そしてここの口が大きくなったことで、こういった複数のものを収納してもかなり取り出しやすくなったなって感じます。またちょっと極端な例で見せると、こういうね、ヘッドホンみたいなものも意外とすっぽりいけちゃうぐらいには、ここのマチというか広さの柔軟性がかなり高くなったんじゃないかなって思います。あと一応ここの上の部分に紐というかね、カラビナなんかを引っ掛けられるループみたいなものをつけたので、例えばこういうね、キーリールみたいなのが好きな人はここに引っ掛けてこんな感じで使うと、こんな感じでね、比較的使いやすいキーリールの運用ができるんじゃないかなって思います。あとやっぱこういう折りたたみ傘とかもこういうところにやっぱ収納した方が便利だよって人もいると思いますし、僕ちょっと持ってないんでこのポーチで代用するんですが、
長財布もこの設計だったらかなりすっぽり余裕で入るんじゃないかなって思います。やっぱキャッシュレスでコンパクト財布がちょっと入り出してる一方で、やっぱりお札をね折りたくないっていう人はかなりまだいると思いますし、僕もお札折るの未だにちょっとねっていう気持ちになりながらやるので、長財布を持ちながらサブでコンパクトな財布を使ってるよみたいな人にとっても、両方このサイドポケットに入れてしまえば全て解決みたいな感じなので、ここはねちょっといろんな使い方を模索してもらえればいいなって思います。あとはこの設計にしたことによって、これですね、ボトルポケット問題が結構いい感じに解決しちゃいました。これ 500ml ぐらいのボトルなんですけど、結構大きめのボトルでもいけると思います。具体的にはねちょっとスポーツ用のウォーターボトルなんかを買って検証してみたいなと思うんですが、例えばこういうね缶ジュースなんかで検証してみると、1本2本3本まだいけそう、4本ぐらいまでだったら、結構ギチギチですけど入るぐらいの容量はあるので、入るといってももちろんこのフロントスペースの体積とトレードオフでありますが、ここ独立してるスペースなので、この容量が左右それぞれ全く同じ設計で備わっているので、ボトルポケットとしてはかなり柔軟性高く使えるんじゃないかなって思います。これちなみに僕好きなんですけど、調子乗ってね箱買いしたはいいものの、1日にそんなに飲めるわけでもないので、この下に大量に余ってます。このトップポケットの使いやすさ、サイドポケットの使いやすさ、そしてボトルポケット問題の解決に加えて、今回かなり新しい機能を追加しました。それがこのフロントトップアクセスです。これはさっきまで見せていたこのフロントスペースを上からもアクセス可能にする機能で、ほとんどの人はこのサイドポケットとトップポケットに必需品であったりよく使うものを入れて運用して、このねフロント部分はなんかちょっと上着を入れておくとこだったり、あとちょっとコンビニに買ったものなんかをパッと入れておくみたいな、そういう簡易的なスペースとして活用してもらえるのが一番理想的であるんですが、とはいえねこの3箇所の荷物がここのスペースを使用しているので、場所としてもかなり入り組んでますし、ここに物を入れる時はもう先客がね3名ほどいる状態なので、すごく狭いスペースであるんですよね。でこのバックパックはこのフロント部分がちょっと拡張する仕組みが施されているので、容量が大きくなるのってこのフロントスペースなんですが、大きくなっただけだとどうしてもここのスペースに物を入れにくいっていうのがちょっと課題だなって感じていました。そこで今回採用したのがトップポケットというよりも、拡張した際にここにポケットが出現するっていうちょっと変な構造を取り入れてみました。これがこのバックパックの結構メインの機能になるんじゃないかなって思うんですが、やっぱミニマルでシンプルでスリムなバックパックってそこまで上から物をガサガサ取り出すってことはなくて、だいたい PC コンパートメントだったりこのサイドアクセスにほとんどよく使うものであったり、例えばパスケースであったりイヤホンみたいなものを格納してしまって機動性高く運用するっていうのがほとんどの使い方の一方で、やっぱデイパックってなると上からね結構物をねボンボン詰め込めたら嬉しいですよね。そのミニマル EDC とデイパックみたいなところをどういう風にシームレスにつなげられるかなって考えた時に、拡張した時にバックパックとしての使い勝手が変わるっていうのがちょっと面白いんじゃないかなっていう風に感じて、今回この拡張部分にもうねハーフジップまでいかない、もう本当に上だけが開く仕様なんですけど、この上から物を取り出せるっていうこういう機能を追加してみました。ただこれね一見ここまでしか開かないんですよ。ここはねどんどん細くなっているので縫製上この下まで開けるのが難しいんですけど、でも使ってみた感想としてはこのバックパックって拡張する部分ってほとんどこの上半分ぐらいなんですよ。こういう風に三角形にパカッと開く仕組みなので、この辺はボトルポケットとかでほとんど圧迫されてますし、フロントに荷物を入れていても、重力でどんどん下に詰まっていくので、拡張した際に余るスペース、
新たに出現する空間ってこの部分なんですよね。なので外出中に荷物が増えてきたなって感じたら、ここの拡張スペースをバッて開けて、この上からこのボンボン入れることによって、比較的こう中のものをこう整理整頓し直したりとか、こうかき分けて物を入れるみたいなことしなくても、結構ねシンプルにあんまりこう考えずに物を入れられるっていう意味では、結構この構造はいいんじゃないかなって思ってます。あとこれはもともと想定した使い方ではないんですが、ここのね上のファスナーを開けっぱなしの状態で、この拡張ファスナーをこうやって閉じておくと、この拡張ファスナーを開けた時にこのフロントにダイレクトでアクセスできるっていうのがあって、これはまあちょっとね推奨する使い方ではないものの、使ってみたら結構使いやすかったので、フロント上からアクセスしたいよっていう人はこの拡張ファスナーの中のファスナーを開けっぱなしにしとくっていうので、上からもアクセスできるし、このセンタージップからもアクセスできるので、下の方に行ってしまったものとか、上着みたいなちょっとね大きめのかさばるものなんかはここからガッと入れてしまうのがいいんじゃないかなって思いますし、荷物増えてきたよって場合はガッとここ開いてしまって、でここの中のファスナーを閉じてしまえば、スリムパックからデイパックぐらいの大きさになって、用途としても、ハーフジップのデイパックみたいな感じで使えるので、この機能は結構このバックパックの形というか特性に対してすごく相性が良くて面白いんじゃないかなというふうに思います。ここまでがこのフォースサンプルで改善したポイントというか、追加した結果すごく良くなった。今までのサンプルでなかなか改善しなかった課題がすごく一気に前に進んだなっていうふうに思った点で、ここからはこのフォースサンプルのここからどう変えていくか。おそらく次のサンプルが製品版になるかなっていう気はしてるんですが、この状態でもすごくいいんですが、ここからさらに機能を削って、そして最適化していくことでより使いやすくなるんじゃないかなと思ったので、どういう部分を削っていくか、あとはちょっとした改善ポイントみたいなのも話していこうかなって思います。まず最初はこのロードリフター、前回のサンプルと比べると、形をちょっと変えたりとか、ここにねこうロードリフターの紐を固定するためのループなんかをつけたり、使い勝手よくしてみた結果、あんまりインパクトがないなって思いました。インパクトがないなっていうのは、容量とか荷物の量に対してこのロードリフターによってすごくフィット感が増してるなとか、使いやすくなってるな、軽く感じるなみたいなのが正直あんま変わらないなっていうふうに思いました。そもそもこのロードリフターって登山用のバックパックみたいなすごく大きくて荷物が多い、容量が多い、重量がかかるものに対して、体へのフィッティングを上げて、こう動いてね、登山とかで体を動かしていてもあまりこう体に負担がかからないような、そういう機能ではあるので、ここにロードリフターいらないよって意見もちらほらいますが、それは確かにこのサイズ感というか、この用途、普段使いの用途においてはそこまでインパクトがないなって思いました。もちろんこのロードリフターがあることによっていいなって思った点もあったんですが、結構こう背負ったり下ろしたりが激しいというか、頻繁に背負ったり下ろしたりする日常の用途と、この全体バックパック全体の重量、重さ、荷物の重さに対してこういちいちねロードリフターを調整するっていう手間と、あとはここのディティールが追加されることによるこの見た目のちょっとアウトドア感というか、これはねこれでかっこいいですし、僕は見た目好きなんですけど、やっぱちょっとミニマルな見た目とはかけ離れますよね。あとは単純にこういうパーツが増えることによってバックパック全体の重量も増しますし、もちろん工数とかパーツが増える分値段も上がってくると。そういうのを考えると、ロードリフターは今回はなくしてもいいんじゃないかなっていうふうに今のところは感じています。ここからちょっと使ってみてまだ意見変わるかもしれないんですけど、今のところはロードリフターはなしでもいいんじゃないかなっていう感じです。あとはこのね、前回の動画でねすごい議論になったここのポケットね、これどうしますかどうしますかってお前のプロダクトだろって感じですけど、個人的にはボトルポケットの問題がこのサイドポケットによってかなり抜本的に解決してしまったので、ここをボトルポケットとしてほとんど使用しなくても
使い勝手よく使うことができました。一応このかぶせの距離を縮めたりして、ここの開きは改善はして、ボトルポケットとして使おうと思ってもそんなに使いづらくない感じにはなってはいるんですけど、とはいえここってすごく荷物がね、このフロントスペースの一番こう荷物の競合の試合というかスペースの取り合いが激しい部分にさらにここにボトルを入れるっていうのはちょっと使いにくいなって思いますし、この中を撥水性の高い生地にして、なんか防水ポケットみたいにするのも面白いとは思うんですが、僕はこの内側に撥水スペースをつけるっていうのは結構耐久性とか長年使っていくっていう意味ではあんまりいい選択肢じゃないんじゃないかなって感じてるので、それをしないって考えると、ここをね残すかどうかっていうのは改めてどうしようかなっていう感じです。ただここにこの紐がねついていて、さっきこっちのねサイドポケットで見せたようなキーリールとかをつけたりとか、あと一応この製品にもこんな感じでこう両端にカラビナがついてる、これちょっと色シルバーですけど製品版では黒で作ろうかなって思ってますが、こういうのもつけるつもりではいるので、こういう鍵とかイヤホンみたいなちょっと薄手のものとかちっちゃいものをこうパッと出せるポケットとして残すのはなしではないかなとは思っています。今のところここのポケットそのものを廃止するか、この状態でボトルポケットというよりは鍵とか小物用のポケットとして残すかみたいな、その2択で迷ってるんですが、今のところ五分五分ぐらいの感じです。あとは今までの動画であまり触れてこなかったんですが、このハーネスの調整システムをずっと開発していたというか、いろいろ試行錯誤して試していたんですが、これは僕が以前作ったバックパックでも試した構造のちょっと進化版みたいな感じで、2段階の長さを固定できるっていうのを、このよくメッセンジャーバッグとかであるようなこのアジャスターを使って一応試みてはいたんですが、これすごく見た目的にはごつくてかっこいい一方で、これがね背負った時にこの脇腹に当たって痛いんですよね。構造的には面白いですし、付け方的にもちょっと変な付け方をしているので、面白くて人によっては使いやすいだろうなって思う一方で、結構胴体周りというか体格のいい人からするとこれがめちゃめちゃ脇腹とかに当たって痛そうだなっていうのと、あとこの構造ってすごく致命的なのが、ここの長さを調整できる幅というかハーネスの長さの許容範囲がすごく狭まってしまうんですよね。これは僕が前回手掛けたバックパックでもかなり問い合わせが多かった場所で、このハーネスのね長さがもうちょっと長くないと、その身長高い人とか体大きい人からすると結構なんかパッツパツのちっちゃいバッグ背負ってる感じになっちゃうっていうのが、僕的にもいまいちだなって思ってはいたので、ここのちょっとね画期的っぽいハーネスシステムは一旦白紙に戻して、いわゆるシンプルなこうグッと引っ張ってでゴムのバンドで留めるっていう、一番シンプルな設計にここは戻そうかなって思います。ただねこのハーネスシステムはもうなんか結構長いことシンプルな設計でいろんなメーカーブランドが出していますし、もうちょっと画期的な構造とか進化があってもいいんじゃないかなって思うので、引き続き考えていきたいとは思うんですが、今回この製品としてはいわゆるスタンダードなクラシックで使いやすいやり方を採用しようかなっていうふうに思います。あと細かいところだとここにフック欲しいなって思ったんで、ここはちょっと追加してもらおうかなって思います。ここにかけてもいいんですが、やっぱトイレとかねちょっとした個室なんかだとなんかただこう棒が突き出てるだけのフックにここをね引っ掛けると結構カバンって負担がかかってしまいますし、シンプルにかけづらいっていうのがあるので、ここによくあるこういう輪っかをつけることでその辺の使い勝手を改善しようかなっていうものと、あと今回このいわゆるコーティングされた止水ファスナーみたいなものを使ってみたはいいものの、これね見た目的にはやっぱりちょっとテックな感じでかっこよくはなるんですけど、もう見るからに1年2年ぐらいで剥がれてきそうですよね。あとはここの劣化の観点でも止水ファスナーというかこういうねフィルムを貼ったタイプのファスナーは
避けた方がいいなって感じたのと、あとシンプルにこの硬さ、ファスナー開ける時のこの力の入れ具合がやっぱ布ファスナーというかね、普通の裏使いファスナーの方がやっぱりスムーズに開閉できるなって感じたので、これは全部布というかね、面ファスナーっぽい感じのものに戻そうかなっていうふうに思います。以上がこのフォースサンプルで改善していきたい次のサンプルとか製品版でどういう風な方向性で変更していくかっていうお話でした。最後にこのバックパックに実際の荷物をパッキングしながら背負った姿なんかを見せて、あとは容量なんかについてもねちょっと補足情報があるので、実際の使用する上での注意点というか今分かっている情報について補足していこうかなっていうふうに思います。ちなみにこのキーリーシュをつける場所は今のところ本体に6箇所用意されていて、このサイドポケットの上に左右で1箇所ずつで2箇所、このフロント上のこの辺に1箇所、あとはこのフロントの蓋側にこんな感じのメッシュポケットがこれずっと最初のサンプルからあるんですけど、この上に1箇所、こちらにファスナーで閉じるポケットになってます。今までで合計4箇所で、あとはちょっとこれはね一応つけてみたって感じなんですけど、ここね、このハーネスのチェストストラップの紐を隠してるこの生地の上、ここにこんな感じでループをつけているので、なんかこういう感じで、ここがね完全にファスナーとかで閉じる設計にはしていないので、これはこう隠しポケットというか隠しループみたいな感じで、一応ハーネスのところにも何か引っ掛けたりができますよっていうので、こっちとこっちに1個ずつ合計6箇所にこういったこのキーリーシュというか、キーリーシュだったり、他のねメーカーとかのこういうキーリールとかカラビナ製品みたいなものを引っ掛けられる、ちょっとしたカスタマイズ要素みたいなのも一応つけています。僕はこの紐はあんま使わずにこういうキーリールをつけちゃう方が使いやすいかなっていう気はしますね。ワイヤレスイヤホンとかこういうぶら下げるスタイルで使う人はもしかしたらこういうところに入れた方が使いやすいかもしれません。あとやっぱここにこういうねメガネケースとかモバイルバッテリーみたいなのをバンバン入れられて、しかもすごく視認性がいいっていうのはこれめちゃめちゃ自分で作ってて気に入りました。ついついこういうねアクセスしやすいポケットって物をたくさん入れたくなっちゃうんですけど、かなり包容力があるというか、こういうわがままのねオーナーの思いを結構がっしり受け止めてくれる設計なので、すごくいいなって思います。やっぱ荷物入れていくとこのフロント部分が結構こんな感じでなんというか競合し合ってるのが分かると思いますが、ここはなんかねジャケットだったり入れるとすごく使いやすいんじゃないかなと思いますし、このケプラーなんかは結構ねいろんな形に対応できるぐらいくしゃっとなる設計ではあるので、この辺の互換性あんま考えてなかったんですけど、意外と相性いいなって思います。容量としては今この拡張していない状態で測ってみたら15リットルぐらいでした。これ最終の容量ではないんですけど、一応目安としてはそんぐらいで、ガッと開いた状態だと18リットルでしたね。ちなみに容量はねこういう大量のこういうね固めのギュッとしても潰れない感じのビーズクッションみたいなのを大量に作って計測しています。これ全部で18リットルぐらいでした。あと今回ねこのサンプルバリスティックナイロンで作ってるんですけど、本当は高分子量ポリエチレン的なねくしゃっとしたセカンドサンプルの生地で作ろうと思ったんですが、ちょっとサンプル生地のストックの問題で今回これで作ってますが、製品版はこれとそのくしゃっとしたモデル両方作る予定であります。ちょっと発売時期がもしかしたらずれる可能性はあります。このバリスティックモデルとちょっと軽量なモデルでちょっと発売時期ずれる可能性はあるんですが、一応作るモデルとしては2種類作る想定です。拡張した状態で背負うとこんな感じのシルエットになります。
拡張していない、スリムパックモードでのシルエットも見せるとこんな感じですね。結構シルエットは安定してきたんじゃないかなって思います。この上もねガーッと見にくい感じに陥没はしてないですし、このくしゃっと加減も結構いい感じに、この中のね袋がいい感じに効いてきて、こう外側に張り出すみたいなのがなくなってきたので、これで 80% ぐらいの完成度と言ってもいいんじゃないかなと思います。引き続きこの動画のコメント欄でも、あと前々回の動画のコメント欄でもコメントフィードバック、もっとこうした方がいいとか、いろんなね、いやこれは廃止しないでほしいとか、いやこの機能もっと追加してほしいみたいなものあればウェルカムですので、よかったら気軽にコメントしてください。一応前回の動画も前々回の動画もこう僕が空いた時間とかに返すようにはしてます。一人一人のコメントの熱量というか情報量がものすごく高いので、あんまりこうパッパ返せてなくて申し訳ないんですが、一応ね全部のコメントに返そうとは思ってるので、ちょっとラグはあるかもしれませんが、この動画にもコメントもらえると嬉しいです。一応新しい動画から優先的に返そうとは思います。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバグのレビューであったり日々に役立つ情報を発信しています。 YouTube メンバーシップでは僕の開発中のバックパックだったり他の製品の情報をメンバー限定の Discord チャンネルで最新情報としてお届けしています。あとは僕が使ったバックパックのセカンドオーナー性なんかも特典として用意しているので、気になったら概要欄からチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok、ポッドキャストもやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、あとは通知登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。